皆さん、この機械覚えてますか？約1年ほど前、1年以上ですね、前に小林機械さんという工作機械を販売されている会社さんで約70万円にて購入させていただいた汎用フライス板、準備はしたものの私一切ではない、ほぼ使っておりませんでした。で、今回はフライス板の基礎ということで V ブロックを作っていきます。ただ、僕自身は、フライス板の経験、汎用機の経験はほとんどなくて、職業訓練校時代に本当に少しだけ触った程度です。なので、ちゃんと使えるかっていうのはちょっと未知数なんですが、マシニングとかはバリバリやってたので使えるでしょうということで、フライス板の基礎をやっていきます。で、V ブロックにもいろんな種類というかグレードみたいなのがありまして、高級品だと熱処理で HRC60 ぐらいまで上げてから並検して直角平行を出すみたいなのがあるんですけど、研磨機持ってないんで今回は全て切削加工で作ります。ただ、SS400 とか生材で作ってしまうと、すぐにね打痕がついて使えなくなってしまうんで、今回はこちら NAC55 というプリハードン鋼で作ります。この材料は最初から HRC40 相当まで入ってて、それなりに硬くて切削加工でもそこそこ削れるよという面白い材質になってます。この材料は白道様よりご提供いただきました。ありがとうございます。で、よく見ていただくとこれね、ノコ面なんですよね。これあえてやってます。普通だったら 6F 材買ってもう V のところだけ加工したら V ブロックだよって言えちゃうんですけど、今回はあえて普通のノコ材で買って 6F からやっていきます。で、この 6F っていう言葉があんまり浸透してないのか伝わらないことがちょこちょこあって、で特に AI なんですけど 6F でどうのこうのみたいな言ったら6回ですかみたいなわけわからんこと言ったりするんですよ。なので 6F について改めて説明しておくと、こういった長方形には6個面がありますよね。でこの面全てを機械加工とかで削ってかつ直角平行が出ている材料のことを 6F 材と呼びます。見た目的にはこんな感じですね。巨大なフェイスミルで、専用機があるんで材料屋さんが直角平行をこれで出して納品してくれます。じゃあこれは何なのかというと、丸ノコとかバンドソーで切っただけの材料で、直角平行はもちろん面も全然綺麗ではないですよね。黒皮がついてたりで、これを買うこともできますし 6F 材も買うことができます。じゃあ何なのかこの違いはって言ったらもう値段ですよ。 6F するのが手間なのか手間じゃないのかっていうだけの話です。ただ 6F しなくてもいい形状、例えば四角じゃなくて最終的には丸っぽい形状になるんだったら最初からこっち買っといた方が安くなるかもしれない。ただ今回 V ブロックなんで 6F をしますよという、 6F にもノウハウがありまして、下手な人上手な人いますんで、今回はフライスの基礎ということで 6F からやっていきますというお話です。今回もオートデスクフュージョンを使ってモデリングしていきます。これくらいだったらポンチエでも全然いいんですけど、やっぱりモデリングをねしっかりしておいた方が、今後もし CAM 使って加工するとかなったり、ジグとかね実際に配置しながら使い勝手なんかも見比べれるんで、やっぱモデリングはね基本するようにしています。じゃあこの6箇所ある面のどこから削っていこうかというところなんですけど、これ基本的な考え方、正管とかもそうなんですけど、一番大きい面から面削するようにしてください。この材料でいうとここかここですね。これ間違えてこことかでやってしまうとできなくはないとは思いますけど、後々面倒くさいとか精度が出ないみたいなことになってくるんで、基本的には一番大きい面から面削するようにしてください。まず最初の一面が削り終わりました。めちゃくちゃ綺麗。これがこうなると。で次はこの面の反対側を削るのではなくてですね、今削った面をバイスの背に当ててここを削ります。そうすることによってこの基準面に対してここが
直角になるんですね。これこっち削ってしまうとここが傾くので平行が出ないんですよ。なのでまずはここを削ってしっかり直角を出してあげる。この時にここの倍数がですね傾いてたりするとうまく出ないので、そこだけご注意ください。でこの時にですねそのまま掴むと傾いてしまう、うまくこの倍数の線に押せないことがあるんで、こういった棒で面あたりをわざと線あたり、点あたりとも言うのかなにしてあげます。そうするとこれが仮にこうだったとしてもしっかり奥に倍数の線に押し付けるような形になります。はい、今ですね最初に削った1番の面と2番の面まで加工が終わりました。でこれくらいのね材料の厚みがあれば次ここ削ってもここ削ってもどっちでもいいんですけど、今回は1番の面を倍数の背、2番の面を倍数の底にしてこの面を削っていきます。でここ削るとこことここの直角、こことここの平行が出るんで、この材料のね寸法もしっかりついでにね入れていこうと思います。でここからねめちゃくちゃ難易度が上がります。パラレルブロックを用意してください。寸法がねしっかり出てるもの、これを下に引きます。できるだけ距離を離した状態で置いて2番の面を下にしておきます。でここもね黒革なんでさっきと同じように丸棒を挟みます。この丸棒のね位置も結構重要で、いろいろねテクニックがあります。でそれはですねこの後削るんですけどまだ削っちゃダメで、プラハンで材料を叩きます。座らせるって言ったりするんですけど、これを叩き込んでパラレルブロックが微動だにしないようにしてください。パラレルブロックが動いちゃうってことは、隙間があるってことなんで、浮いてるってことになるんで、平行がね出なくなっちゃうので、必ずこれ座らせるようにしてください。で思いっきり叩けばいいっていうわけでもなく、これも本当にその時々によって全然変わってくるんですけど、下に押さえつけるような叩き方。今甲高い音がね一瞬鳴ったんですよ。キンみたいな。そういう音がしてるとおそらくパラレルブロック動いてます。ちゃんと座ってない。多くのパラレルは動かない。はい、手前全然ダメですね。ガタガタです。この状態で削ると、材料傾いてるってことなんで、斜めになるっていうのかな、平行は絶対出ないのでやり直しです。これ必ず両方のパラレルが動かない状態にしてください。かつパラレルがひっついているとかダメなんで、距離を離した状態で動かないようにしましょう。でもしこの面が無理そうだと思ったら、今回の場合はですけど、面変えてもらっていいです。ここを削るようなプランに変更することは今回は問題ないです。どうしようかな。まず丸棒の位置を変えてみようかな。1 month later. で1、2、3面が削れて、ここの平行がしっかり出たら、次はバイスでそのまま掴みます。もう平行が出てるんで、ここに丸棒とか入れなくて大丈夫です。ただ下にパラレルブロックだけ入れてください。結構いい感じにもうパラレル座りかけてますね。あとはもう軽く叩いてあげれば、はい、完璧に座ってます。なんでここをもう削ると一番底面と上面は平行が出て 4F が完了します。でこの座らせるっていう工程、特に1個前の工程が本当に一番難しくて大変なところで、バイスの癖だったりもありますし、この締め付け加減、バイスの締め付け加減とか、締めすぎたらいいってわけでもなくて、意外と軽く締めて
やるみたいな。ただ軽く締めるとワークぶっ飛んじゃうかもしれないんで、その時はパラッと削ってあげるとか、結構ね、慣れみたいなのが必要なんで、いろいろ工夫しながらやってみてください。最終的にはですね、丸棒ではなく本当の点当たりになるようなボール、鉄球とこの丸のこれを使ってこうバイスで挟んだら3面目はうまくいきました。本当にね、いろいろありますんで。はい、今は上下面を除く周りの4面すべての加工が完了して、それぞれが直角平行出ているはずです。そして次5面目加工していくんですけど、今まで通りこうやってバイスで掴んでここ削るだけだと、おそらくこの背面と前面との直角は出せるんですが、大げさにこうやってバイスに取り付いちゃうと、この側面との直角が一切出ません。なので今回からこのダイヤルゲージだったりピック、テストインジケーターを使ってここのフレを0にします。このフレを0にした状態、傾きが0の状態でバイスで挟んでここを削ってあげると、この側面とここの直角、この直角を出すことができます。今までやった工程すべてですけど、取り付け前には必ずバイスをきれいに掃除して切り子を挟まないようにしてあげてください。ワークもですね。で、傾き出すときは、端っこ掴んだ方が大きく倒れるんで傾きを出しやすいんですけど、削った時にぶっ飛びます。把握力が弱くて。なので、ちょっとやりにくくはなっちゃうんですけど、傾きを出すのがしっかり深くまで掴んでください。これ浅いと本当にテコの原理で一気に吹っ飛びます。で、特にここの平行が甘い、しっかり出てないともう点当たりになってるんで、簡単に回転してフェイスミルワーク死んじゃうんで、ここはねしっかり深く、できるだけ深く挟んで、ここをピックで走ります。でこの時軽締めですね。思いっきり締めると傾き全く動かなくなっちゃうんで、軽締めで OK です。でピックの先端をワークの側面に軽く当てます。でこの時にワークの真ん中ではなくて、ワークの一番上の端っこか下の端っこ、どちらかにしてください。じゃないと、傾きをね見た時にどっちに倒れてるか分かんなくなっちゃうんで、どちらか端っこにしてください。で Z 軸動かしていきます。で今0の方に針が動いていってるのが分かったので、このまま動かし続けてみると、ワークが画面左の方に傾いていることが分かります。なのでこの上をこっちに叩けばまっすぐに近づいていきます。でこの時にピックを直接叩くと針に影響してピックが壊れてしまうんで、ちょっと指で離してあげた方がいいらしいんですけど、僕は気にしません。はい。でだいたい10ぐらいまでいったらまた一回下に下げます。下も動いてるかもしれないんでね。この辺は結構旋盤の芯出しと結構似てるのかな。はい、せっかくなんで傾き0のとこまでやりました。でこれで外して加工するとぶっ飛びます。必ずバイスを締めてください。で締めたら若干傾き変わることありますんで、必ず再度チェックしてください。今10と11の間ぐらいにいるので、ちなみに動いたらまたやり直しです。はい、OK ですね。完璧です。
長かった 6F 工程も残り最後です。パラレルブロックを下に置いてバイスの真ん中でしっかりと締めます。あとはしばく。はい、完璧です。でこの面削るついでに高さの寸法を入れたいと思われる方多いと思うんですけど、この工程ではパラレルブロックを一番薄いものを使ってもらいたいんですよ。でその薄いものを使うとこういったねマイクロメーターが入りません。じゃあどうやって入れるかっていうと、一旦削ってワーク取り外して測定してからもう一回取り付けて残りを追い込むっていう形にした方がいいです。このマイクロメーターを入れるためだけにパラレルをね高くしてしまうとワークが傾いたりぶっ飛ぶリスクになってしまうので、結局再生作とかなってしまうんで、それをするぐらいだったらもう一旦外して測定してやった方が測定も確実に上手に測れますしいいと思います。ようやく 6F が終わりました。一応ね寸法を測っていきましょう。それなりに気合い入れてやったんで結構いい数字が出てるとは思うんですけど、100分の3、100分の3、100分の3、100分の4、100分の4、100分の4、100分の1、100分の3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 、
分の4、3ぐらい。そうですね、最後は。残り100分の2、100分の2、100分の3、1、100分の1、100分の1、100分の2。というわけで、0プラス100分の3から4ぐらいかな。全然いいです。完璧です。機械がね、思ったより良かったっていうのもありますし、ちょっと僕旋盤もうまいけどフライスもうまいのかもしれないですね。一応ですね、白道さんのホームページでバンド総切断とスーパー6面フライスの価格差を見比べてみました。なんとたったの2000円しかなかったです。もうこれだったらもう最初からね、6面フライス買った方がいいですね。では V ブロックの加工に入ります。まず一番大変だと思われる V 溝の谷の頂点っていうのかな、そこに下穴を開けて、この後出てくるエンドミルの加工の負荷を極力減らしてあげようと思います。荒取りここまで終わってるんで、あともう V 溝と逃がしのところをエンドミルかなんかで仕上げれば完成にはなるんですが、ちょっとですね、ここの上面に2箇所 M8 のタップを立てたいと思います。でこれ何かっていうと、そもそも V ブロックってなんか丸棒をねこう乗せて、バイスでこう挟んで加工するみたいな時によく使うんですけど、丸棒をね固定したいんですよ。でバイスだけだと、こっち側フリーなんで、こっちにもなんか固定できたらなと思って、ここに M8 があればなんかこう上から押さえるとかいう固定方法できますし、量産とかだったらなんか位置決めをする時に使えるかなと思ったんで、M8 を立てます。市販品にはね多分ないんじゃないかな。おそらくあった方が使いやすいと思うんで M8 をやります。でそれをやるドリルなんですけど、皆さんこれ知ってますかね。グーリングさんのステップパワーボーラーっていうちょっと変わったドリルでして、2年前ぐらいかな、展示会で見かけていろいろお話伺ってたら良さそうだったんで、これいただいたものなんですけど、これねわかるかな、先端が段付きみたいになってまして、要は現場でよく使われるこういうタケノコドリル、これがこの先端についてるみたいな。
なので、芯もみつけなしでも、いい感じに入ってくれるっていうやつで、あとね嬉しいのがここわかるかな、三角形になってるんですよ。普通こういうシャンクって丸で、エンドミルシャンクでミーリングチャックで使うんだったらいいんですけど、ドリルチャックで使う場合って、さっきもそうだったんですけど、ドリルがね抵抗で負けてどんどん上に入っていっちゃうみたいな、最初この辺掴んでたのに切削抵抗でこう入って短くなっちゃうみたいなこと結構あるんですけど、これちゃんと削ってあって三角形になってるんで、奥に入っていかずに抵抗に負けずにちゃんとドリル位置を維持してくれるっていう面白いドリルなんで、これちょっと前に1回使ってよかったんで、ちょっとプリハードに使えるかは分かんないんですけど、ちょっと使ってみたいと思います。これ案件じゃないんですけど、ボール板でやったにしてはやたらとなんか深淵っぽく穴が開いてて、穴のね内面もねめっちゃ綺麗なんですよね。で一応測ってみたら 7.00 のドリルで 6.99 とかで開いてて、本当にいいかもしれない。プリハードン工でこんだけ開けれたらねすごいよ。ボール板だし。エンドミルの突き出し、長かったですけど、綺麗に加工できました。いよいよ最後の加工、V 溝の加工をしていきますが、中古で買ったスローアウェイエンドミルを使用します。これを使って傾けた状態で加工するんですけど、この45度の傾き、一体どうやって出せばいいんでしょうか。やり方はいくつかあると思うんですけど、僕はこういうデジタルの角度計を置いて大体で軽締めしておきます。で外したらダイヤルゲージをここの傾斜面に当てます。今ここ0の0に合わせてあります。その時にデジタルスケールの X と Z を00に合わせます。で Z と X を20ミリぐらい動かします。30ミリにしようかな。距離が遠ければ遠いほど正確なんで、0、30、ちょっとオーバーしましたけど、1回目なんで。で次 X を30ミリ動かします。はい。でこの時にあれ結構いい感じだな。出てるわ。プラス100分の2に肉取ったんでね、少しは開くかと思ったんですけど全然開かなかったですね。
というわけで汎用フライス板を使って精密 V ブロックを削り出しました。しかも NAC55 というプリハードン鋼かつ黒革付きのバンド創設弾という材料、わざわざ 6F して削り出しました。大変めちゃくちゃ時間かかりました。普段マシニングとかね使ってるんで、汎用機の大変さを改めて思い知ったと同時に、やっぱり汎用機ならではのこの削った時の手に伝わってくる感覚はやっぱりマシニングでは味わえないものなので、非常に楽しく加工ができました。でしかもですね、めちゃくちゃ精密に今回作れたんですね。ここまでとは思ってなかったんですけど、やっぱ僕の腕もあったんかなとは思うんですけど、機械がね何より素晴らしかったですね。精度を出す加工とかは今までやってなかったんですけど、デジタルスケールもちゃんとついている機械ですし、精度もしっかり出せたんで、プリハードン鋼なんでね結構しんどいかなと思ってたんですけど、全然むしろ焼きがちょっと入ってる分サクサク削れて非常に削りやすかったです。はい。というわけで、面白かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。